おはようございます。おはようございます。風もめちゃくちゃ安かったですね。バズさん、車両紹介お願いします。1967年 FLH アーリーショベルズ。アメリカ一緒に行ってチェイスのとこでそうですよね、買わしてもらって、全体の説明は一旦チェイスからもあったし、ボスの動画でも上がってると思うんですけど、ちょっと改めてバズさんの口からちょっと車両の紹介をしてもらえればなと思いますが、はい、このバイク自体はいつ頃作られたものですか？これは1973年にはもうこの形になってて、ほぼそのまんまの形を残してて、しかも状態がすごくいいですね。保管状態が良かったですね。しかもこのバイクあれですよね、結構雑誌とかにも取り上げられてるようなバイクでしたよね。そうですね、一回2016年とかそんぐらいに向こうのアメリカの方の雑誌で紹介されてるんですよね。このバイクでバズさんが一番気に入ってるとこどこですか？そうですね、やっぱスイングアームのサバイバーっていうとこですかね。確かにスイングアームのサバイバーとかあんま見ないですもんね。珍しいですよね。珍しいと思うんですよ。これからはスイングアームの時代ですかね。間違いないですね。あとこれどうですか？アメリカでも乗って日本に実際持ってきて乗ってますけど、全然今のところそうですね、調子よくてとりあえず乗れそうですね、このまま。サスもついてるんで乗り心地もすごくいいし、リジットに疲れた人はサス付けでかっこいいの。やっぱ全然違います？全然違う。全然違う。疲れない。セルもついてますもんね。セルもついてるし、超快適サバイバーですね。快適ね、もう言うとこないっすね。フロントブレーキがないとこがちょっとたまにっていう時があるけど、全然ハンドクラッチなんで気にならないですね。フロントブレーキはつけようと思ってます？いやでもつけちゃうとやっぱ変わっちゃうんで、当時の形じゃなくなっちゃうっていうところが
なるべくこの状態で残したいっすよね、こういうのは。そうですよね。これペイントとかも当時ペイントも当時のまんまっすね。その昔のその写真を見ると色まではちょっと分かんないですけど、こういう感じはもう全部一緒っすね。73年でこの形なんで、もうで67年じゃないですか。割とそうですね、新車で発売されて6年後にはもうこの形になってて、でそこから50年経ってこれですからね。これもともと小バイクみたいな感じだったんですか？どうなんだろうな。でもちょっと悪い人が乗ってたっていうのはその雑誌でも紹介されてるんですけど、ダイナマイトを積んで走ってたっていう。そうですよね。それがこのバイクのニックネームのゆえんですもんね。そうですね、ブルーダイナマイト。その雑誌で分かった情報をちょっといくつかシェアできるものがあれば教えてもらえますか？なんかちょっと物語調になってて、はい、翻訳するとソノラっていうなんか山の方からサンフランシスコにこう出てきて、このバイクでそこで取引をしてっていう、まあ威嚇じゃないけど多分何かあった時のためにそのダイナマイトを常にここにくくりつけてて。ダイナマイトは実際になんか使われたりしたんですかね？その雑誌ではそういうふうにその取引の最中にはい警察に囲まれて、で3本使ったっていうふうに書いてあるけど、それでオーナーは亡くなっちゃったんですか？いやそれで、まあ、自分も怪我をしては治るまで、まあ、入院してって、その後捕まって刑務所でそのまま死んじゃったっていう。没収されてた車両を娘が引き取って、はい、で大切に保管してたっていうストーリーが書いてあるんですよね、その雑誌には。でまあバイクは無傷だったっていうふうに書いてあって。めちゃくちゃ悪いバイクですね、じゃあこれ。そうですね、ちょっとぶっ飛んだやつが乗ってたっていうね。このバイクはいつからしてたんですか？これはボーンフリーに行く前かな。チェイスのインスタで上げてたのを見てかっこいいなと思って、でボーンフリーで実写見れればいいななんて思ってたんですよね。そしたらもう買うことになって今日本にあるっていう。じゃあ結構タイミングもあった感じですね。タイミングもあったっすね。バズさんはこういうカラーリングが好きなんですか？前乗ってたパンもブルーだったじゃないですか。いや全然青は好きじゃないですね。自分はどっちかっていうと緑とか黄色、茶色系が好きっすね。あ、たまたまなんですか？たまたまなんですよ。このバイクは何が一番ビビッときたんですか？いやもうパッと見っすね。形ですか？なんか形パッと見っていうとなんかこのすごいペイントが目を引く印象なんですけど。まあそれもそうですし、あとサス付きっていうスイングアームのサバイバーっていう、リアが18で結構フェンダーがこう上がってて、で334ついてナローな感じもあって、ちょっと軽快な感じにも見えるじゃないですか。確かに。いやもうだからなんか独特だなと思って、かっこいいなと思って。いやこれからもうこのバイクは基本もう一生乗ってく感じです。ちょっと大事にしたいですね。あんま乗らないで結構乗った分だけやっぱまあやれてっちゃうんでちょっと本末転倒じゃないですかそれまあまあでもこんな状態で残ってるのね、まあ、できるだけ綺麗には残したいですよね。まあでも乗らないと意味ないしね、大事にします。ありがとうございます。ありがとうございます。しげるさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとじゃあ簡単にこの車両の情報を教えてください。1961年の、パンヘッドデュオグライドですね。61年に元々のオーナーが買って、それを70年代にフルカスタムした、そのまま残ってるサバイバーのチョッパーですね。まあ、ちょこっとハンドル、もともとエイプだったのを、ちょっと形の違うエイプに変えたのと、フォワードコントロールだったのをミッドコントロールに変えた。そこだけはいじってますけど、そのままですね。あとはこのバイクを買ったきっかけはどんな感じだったんですか？きっかけはその当時54年のリジットのパンヘッドにのチョッパーに乗ってて、そうなんだ。で変えるつもりはなかったんだけど、ホグホリックでこれが出た時に衝撃を受けて、デュオのチョッパーのサバイバーっていうのに買い替えるつもりもなかったんだけど、縁があって。その前のパンもホグで作ったバイクなんですか？そうです。ちなみにそれはどういう感じのセットアップなんですか？リジットの、54年のチョッパーで、フロントフォークは10インチオーバー、茶色いマスタングタンクに黒人の裸の女の人が書かれてる。それに6ベントのハンドルつけて、細いで、これと同じように CC バーはちょっと長めのチョッパーでした。結構じゃあこういうスタイルが好きなんですね。好きですね。もうザ・チョッパーっていう形の、この前のオーナーの方はアメリカの方ですよね？そうと聞いてます。ワンオーナーで出どころは分かってるっていうところまでしか確認はしてなくて。そうなんだ。乗ってから4年経つんですけど、最初はすごい綺麗で、やれたというかくすみがくすんじゃって、
今に至るっていう感じですけど、もう最初はビカビカでしたね。あ、そうなんですね。このバイクで一番なんか気に入ってるところありますか？なんといってもデュオのチョッパーっていうのがやっぱスイングアームですかね。スイングアームですね。なかなか見ないんで、そこは一番気に入ってるとこですかね。4年乗ってトラブルとかありました？大きいトラブルは何もないです。わかりました。ありがとうございます。はい。ずっとかっこいいなと思ってた。へえ。バズさんその時は前のパン乗ってたんですか？そうなんだ。やっぱ青好きじゃないですか、じゃあ。いや全部青じゃないですか。たまたま青っていうか青が多いんじゃない？